はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、最近増え続けているカタカナ語についてお話ししたいと思います。はい。まあ皆さんね、カタカナの日本語に苦労したことはいっぱいあると思います。なんか読めないとかさ、なんかいやこれもうほとんど英語じゃんみたいな言葉とか最近よくありますよね。まあ本当に特にですねビジネスで使うことが多いんですよ。例えば IT 企業とかなんかベンチャー企業とかそういうところで最近、横文字とか言われたりカタカナ日本語とか言われたりしますけど、もう本当に多いんですよ、使うのが。で私も、IT 企業で働いていた時は、正直使ってました。でそれを思い出してなんかこういう日本語って面白いよなと思って、で皆さんにね、今日はね主にビジネスで使われるカタカナ日本語についてちょっと紹介したいと思います。うん、外来語という言葉皆さん聞いたことあるかな。外来語っていう言葉はですね、例えばなんかパンとかプールとかタバコ、あとなんかサッカーとか、なんかそういう、カタカナで、主に欧米から来た言葉、結構英語が多いんですけど、ポルトガル語から来た言葉もありますけど、なんかそういうふうに昔から欧米から来た言葉で、もうほとんど日本語と同一になっているもの。もうこう、例えばパンとかプールとか、じゃあ普通の日本語の言葉でなんて言うっていうとないじゃない。そう。だからもうそれはもう日本語の一つとして考えられているもの。それは外来語と言うんですよ。そう。ただ、カタカナ日本語、カタカナ語というものは違います。外来語と少し違います。はい。カタカナ語というものはですね、同じように大体欧米から来た言葉、主に英語が、カタカナになっている、日本語なんですけど、例えばですね、インバウンドとか、コミュニケーションとか、なんか、グルテンフリーみたいな。なんか、そういう最近来た言葉で、これは日本語かって言われると、そうじゃないよな、みたいな言葉がカタカナ語と言われるんですね。うん。ちょっとこの線引きはすごく難しいんですけど、外来語とはちょっと違うよということをちょっと覚えておいてほしいんですけど。はい。で、このカタカナ語はね、本当に最近多くて、特にそのビジネスの、そういう、IT 業界とか、コンサル業界とか、コンサルティング系ね、そこでよく使われているらしいです。はい。で、どんなものがね、主にビジネスで使われているかというと、簡単なものだと、例えば、ミーティングとか、あとなんか、プランとか、タスクとか、あとなんか、フィードバックとかね、マネージメントとか、こういうのも主にビジネスのカタカナ語と言われていますね。はい。で、どんな業界にこういうカタカナ語が多いかというとですね、主に IT 業界、コンサル業界、あとはスタートアップ、ベンチャー企業に多いようです。はい。これはなぜかというとですね、コンサル系は結構外資系が多いんですよ。例えば本社がなんか欧米にあるとか違う国にあるみたいな場合は、英語を使いながら仕事をする人も多いとか、そういうこと、お客さんが英語を使うとか他の国の言葉を使うみたいな場合にその日本語と英語をミックスして使うから、そのコンサル業界ではそういうカタカナ語が結構広まってるみたいな。で IT 業界も英語を使うことが多いんですよね。プログラミングもそうだし、もともとその海外から来てるじゃないですか。なんか IT ってなんか日本ベースのなものじゃないというか、そうそうそう、海外からそういう知識とかその技術が来てるものだからそういうのが多いみたいな。はい。IT 系のスタートアップとかベンチャー企業も結構そういう使ってますね。はい。私も本当に使ってたんですよ。はい。私はね、IT のベンチャー企業に3年ぐらい勤めてたんですけど、めちゃめちゃ使ってました。はい。なんかね、正直に言うと、その、そういうの会社に入る前は、なんか、ダサいなとか、なんか、かっこつけてんのみたいな。ダサみたいな感じで思ってたんだけど、
いざ働いてみると、もう周りがそれを使ってんのね。で、結構、その社長とか、上司とかが、そういう、なんか新しいカタカナ語とかを、他の企業の、なんか、他の会社から、なんか持ってきたりとか、セミナーに行って、そのカタカナ語が使われていて、それを、自分の会社でも使ってみたりとかする人多いんだよ。で、上司とか社長とかが使うとさ、やっぱ部下もさ、その言葉何みたいな。で、なんか学ぶわけよ。で、ミーティングとかでそういう言葉をバン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 使われると、なんか、それが当たり前になって、それを使わなきゃいけなくなるのね。で、なんか結局自分も、なんか、みたいな、なんかフィードバックか、とか、なんかそういう、なんかタスクが、とか、なんかそういう、なんかデッドラインが、とか、なんかすごいカタカナ語をさ、使うようになってて、今思えば自分もよく使ってたなと思います。うん。多分、ちょっとかっこいいみたいな部分もあるんだと思う。なんかちょっとカタカナ語使うことでちょっと、ちょっとかっこいいみたいな、なんか部分もあったりもすると思うんだけど、はい。今は、だからあんまり使わないですけどね、私は。はい。で、どんなカタカナ語がそのビジネスで使われているのか。はい。一番私がね、よく使った言葉とか、よく聞く言葉、なんかニュースとか、なんかネットとか見て、よくこの言葉使われてるなっていうものをちょっと紹介したいと思います。はい。まず一つ目。コンセンサス。コンセンサス。はい。意味はですね、なんか相手の同意っていう意味なんですけど、コンセンサスこれよく使ってましたね。なんか、私は営業だったんで、よく上司になんか、お客さんととか、クライアントって言ったりもするんだけど、クライアントとコンセンサス取れてるみたいな。お客さんとコンセンサス取れてるみたいなことをよく言われてました。はい。お客さんの同意をもらえていますかっていう時にコンセンサス使ってましたね。うん。あとね、これはよく使う。アサイン。アサイン。はい。日本語で言うと、割り当てるとか、任命するっていう意味なんですけど、どういうふうに使ってかったかというと、なんか、明日のミーティングに、部長をアサインしてとか、明日のミーティングに、何々さんアサインしてくれるとか、そのミーティングに、なんか部長とか、その、なんとかさんを、追加してくれるみたいな。入れてくれるみたいな感じの意味で、そのアサインするってよく使ってましたね。はい。でね、このカタカナ語の特徴なんだけど、アクセントが、平行、フラットになることが多い。なんか、アサインとか、コンセンサスとか、なんかこう、なんていうの、マネージメントとか、なんかこう、フラットなアクセントになることが結構カタカナ語の特徴としてはありますね。うん。で、どんどんいきます。他にはですね、これもよく使ってた。ナレッジ。ナレッジ。はい。組織にとっていい知識とか情報、経験のことをナレッジって言うんですけど、よくね、なんか、チームでちょっとナレッジ共有して、なんか同じ間違いしないようにしよう、みたいな。ナレッジ共有大事だよね、みたいなことをよく言ってました。ちょっとなんか恥ずかしくなる。ナレッジ。あとはですね、アジェンダ。はい。アジェンダは予定表とか計画っていうことをね、日本語では言うんですけど、会議のアジェンダをシェアしてくださいとか、今日の会議のアジェンダはこちらですとかね、よく使いますね。はい。めちゃめちゃあります。あとは、なんか、PDCA とかね。これもカタカナ語の一つだと思いますね。はい。PDCA っていうのは、仕事をね、円滑に、スムーズに進めるための、方法みたいなものです。プラン、ドゥ、チェック、アクトか。プラン、ドゥ、チェック、アクト。日本語で言うと、計画、実行、評価、改善。で、PDCA ですね。うん。これは結構世界中のビジネス用語で使われてると思うんですけど、これもめちゃめちゃ言われましたね。なんか上司とかに。なんか PDCA 回ってるみたいな。なんか C と A が回ってないよとか、C と A できてるみたいな。PDCA ちゃんと回してみたいなことをね、よく言われてましたね。はい。どうでしょうか。もしね、その日本企業で今働いてる方、特に IT 系とか、コンサル系の方はね、聞いたことがあると思いますね。はい。
あとですね、こういうカタカナ語をさらにアレンジして短くした言い方もたくさんあるんです。はい。例えば、プレゼンテーションのことを、日本ではプレゼンって言いますね。これは知ってる方多いと思いますね。はい。だから来週の会議で新しいプロジェクトのプレゼンしてくれるとかね。なんか明日プレゼンしてくれないとか、プレゼンよろしくとか、よく言われてましたね。うん。あとはですね、リスケジュールのことをリスケって言いますね。これ結構プライベートでも言いますね。なんか友達でも。うん。なんか、すいません。明日の会議を明後日にリスケできますかとか、リスケしてくれませんかとかね。うん。なんか友達同士でも、ごめん、今日ちょっと、仕事が遅くなるから、飲み会リスケしてくんないとか、ちょっとリスケしてとか、使いますね、結構。はい。あとはですね、アポイントメント。アポイントメントはアポ。はい。これは営業だったら100%使います。アポ。はい。営業の方絶対覚えた方がいい。うん。なんか来週のなんとかなんとか会社のアポみたいな、何時だっけとか。うん。なんかアポ取りお願いねとか、アポ取ってくださいみたいな時にアポ取りとか、アポ取りしてくれるとか、なんか明日のアポいつだっけとか、なんかそういう会話をよくしてましたね。うん。他にね、たまに使うそういう省略されている、短くされている、カタカナ語だと、オンスケジュールのことをオンスケ。はい。って言ったりとか、コンプライアンスのことをコンプラって言ったりね。はい。あと、デフォルトをデフォって言ったりとか、いろいろあります。はい。本当にね、死ぬほどあるんです、このカタカナ用語。うん。カタカナビジネス用語かな。はい。なんででもこういう言葉を使うかっていうとですね、まあ、なんだろう、もともとその海外から伝わってきたビジネスとか、その、海外の方を、そのクライアントに持っている会社っていうのが使い始めたのがあると思うんですけど、結構ね、このカタカナ語が便利だったりするんですよ。そう。なんか例えば日本語で伝えると結構めんどくさい言葉とか、なんかそれにぴったりの言葉がないんだけど、英語だとスムーズに会話がいくこととかも結構あるんですよ。英語っていうか、カタカナをね。うん。例えば、なんか、アイスブレイクとか、キャッチアップするとかね、キャッチアップするってよく言ってましたね。あとはリソースとか、なんか、あとクロージングとかね。はい。そういう言葉は、その日本語で言うと、なんていうかちょっと難しいなみたいなところが結構ありましたね。あとコミットメントとか。はい。うん。そういうのは便利ですね。うん。ただですね、この中でも、これ、なんかカタカナ語というか、なんか英語とかそういう言葉を使う必要あるみたいな言葉もあるんですよ。なんかこれカッコつけてんじゃないみたいな言葉もあって、なんか私的に、これ日本語でよくねみたいな言葉をちょっと紹介します。はい。例えば、競合のこと。競合、コンペティターっていうらしいです。コンペティター。競合でよくね。うん。あと、アグリーですっていう人結構いるらしいです。アグリーです。賛成ですとか、同意ですとかでよくないみたいな。アグリーですっていう人いるらしいです。あとは、オポチュニティ。オポチュニティ。はい。これも機会とかチャンスで言い換えができますね。うん。あとこれもね、ちょっと微妙なんだけど、メイクセンス。メイクセンス。はい。これもなんか理解するとか分かりましたの時に、これメイクセンスだねとか、メイクセンスです。みたいな感じで言う人いるんですよ。そう。結構これはね、なんか、日本語でいいんじゃないかみたいな。日本語の方が短いし、分かりやすいんじゃないかなって、私が疑問に思ったカタカナですね。はい。アグリーですは本当に、なんかあんまり使いたくないなって私的に思うんですけど、結構使ってるみたいですね。はい。いかがでしたでしょうか。皆さんはどんな、カタカナ語、ビジネスカタカナ語を聞いたことありますか？そしてもし皆さんの会社で使っているカタカナ語があれば、
ぜひシェアしてください。コメントでお待ちしております。はい、今日は、カタカナ語についてでした。はい、今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトチェックしてみてください。あと X と Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。また Instagram でねなんかリールをアップし始めたので、ぜひ皆さん見てみてください。でインスタグラムで時々他の先生とライブとかもしてるので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、結構ねインスタグラムはね、私結構更新したりやめたり更新したりやめたりを繰り返しております。はいまあね、ちょっとねなかなかねうまくできないとね、結構落ち込んだりするので、そういう時は結構休んだりします、私も。はいはい。あとは、サニーサイドジャパニーズ、会話グループクラス、こちらの新しいメンバーも募集しております。結構会話グループクラスはですね、会話だけではなくてシャドーイングの無料教材を使えたりとか、ディスコードコミュニティに入れたり、あと定期的な、Zoom ミートアップにも参加できます。なんて言えばいいんだろうね、ミートアップっていうか、なんかフリートーク会みたいな感じも開催しております。はい。つい先週ね第1回目をやったんですけど、10人ぐらい来てくれて、みんなでなんかなんて言うんだろう、特にトピックも決めずになんかああだこうでみんなで1時間ぐらいお話しして、はい、楽しかったですね。そして、7月13日に、シャドーイングとか、あと発音の練習のための、イベントがあります。はい。自然に日本語を読もうというトピックなんですけど、シャドーイングの練習したりとか音読したりとかをやる、イベントです。でこちらのイベントは無料で誰でも参加ができるので、ぜひ下で参加できる URL があるので参加してみてください。お待ちしております。はい。あとペイトレオン、こちらのメンバーを募集しております。ペイトレオンはね今リニューアルを考えてます。ちょっと新しい勉強コンテンツを追加しようと今考えております。おそらく漢字のコンテンツと語彙の勉強がなんかできるようなものを追加する予定なので、皆さん新しい情報とかチェックしといてください。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じかなね。いよいよね、なんか7月になりまして、本格的に蒸し暑くなってきて、なんか日々なんかもうどうしようっていう感じです。なんかどうしようって思うぐらい暑いなんかもう本当にね、7月でもあっという間ね、1年も半年終わったということで、はい、残り半年もね頑張っていきたいと思います。はい、みんなも頑張ろうね。ってことでまた次回、さようなら。